있어 널 바라봐도 just caught in your love 많이 더こんにちは、トラベルライターのゆりえです。今回は、韓国のエルバトの動画なんですけど、バックバック縛りでちょっと頑張ってみようかなと思ってます。はい、というわけで、早速動画撮っていきたいと思います。はい、今からヒュンダイの、デパートに行きたいと思います。アクジョンかなにある店舗です。どうだろう、並んでないといいんだけど、ひとまず様子を見に行きたいと思います。ヒュンダイのデパートはバッグでちょっと珍しいのが1個あったので、後でちょっと調べてみるんですけど、なんか多分ネイビーボックスだったのかな、普通にフリーで置いてありました。혼자 사는 듯이 그래 너도한테 너가 날 더 미치게 만들어 Meet me up near the riverside We can push everything aside Make stars align, let's just collide Yeah, yeah Sugar and spice Give you everything that's nice Come on, sugar and spice What you want from me, baby, what you want now Sugar and spice Give you everything that's nice Turn around and tell me what I'm missing now Let me take you on a magic ride 高速バスターミナルの上にある新世界のデパートにやってきました。多分今日やってるはずなので、一回お店行ってみたいと思います。ワクバック編はここで終わりかな。動画の後半は購入品の紹介だったりとか、いつも通りまとめを紹介する予定なので、最後までぜひチェックしてみてください。はい、それでは一回切ります。はい、というわけで開封していきたいと思うんですが、ここに全部揃ってます。全部揃ってないんだ。で1個ちょっとギフトで渡したものがあるので1個ないんですけど1個ずつ開封していきたいと思います。もうね、1つ実はこれ着てるんですけど、見えるかな、こんな感じになってます。これのね、黒を去年買ったんですけど、すごい着やすくて、ちょっとねオーバーサイズ目で私38を着てるんですけど、36でもよかったかな、白だからちょっと着膨れするから見えるかな、こんな感じでちっちゃいメタルのパーツがついてます。で、確かこれカシミヤミックスだったかな。値段はちょっとね、紙見ないと分かんないからちょっと見ますね。じゃあ値段は全部キャプションでここの上のとこに出すようにしておきます。びっくり、値段が上がってました。5万円ほど。他に一緒に買ったもの2つ目です。開けてきます。これは、ずっと欲しかったものなんですけど、持ってるものの色違いなので開けていきます。はい、じゃーん。やっぱりなんか金具の色とレザーの色を合わせたくて、私はどうしても欲しかったこの組み合わせ、ゴールドとシルバーの組
組み合わせ、他にもピコタンだったりとか、ゴールドとシルバーの組み合わせのバッグがあるので、それと合わせて使いたいなと思って買いました。これが2つ目です。はい。で、大物。今回買った中で一番高いんじゃないかな。開けてきます。時計です。見えるかな。ケリーウォッチの、フルダイヤのものになります。ケリーウォッチってダイヤなしのバージョンと、ベルトの方にダイヤがない、こっちだけダイヤがついてる、この時計の方だけにダイヤがついてるバージョンと、このフルダイヤの3つバージョンがあって、今回はSA さんと話してる時に実はねこれ取って使えるんですね、この時計部分を。そうするとこれだけだブレスレットとしても使えるよっていう風に言われたので、確かにと思ってフルダイヤにしました。はい。でこれとセットでパーツというかついてくるアイテムが開けますね。なんかね、ネックレスみたいな感じにも使えるみたいで、この時計の部分をここにこうガチャッとくっつけて、こうネックレスとしても使えるよという3ウェイかな、カデナになってるので、この時計の部分をバーキンだったりとかケリーだったりとかの鍵の部分にくっつけて使うのもおしゃれだよというふうにいろんな提案をしてもらいました。ちょっとお高い買い物ではあったんですが、一番欲しかった時計だったので、多分エルメスで唯一欲しかったって言っても過言ではない時計でした。で運よく入荷したばっかりのタイミングで、3種類見ることができて比べることもできたので、大満足のお買い物です。ケリーウォッチですね。はい。バッグと一緒に買ったアイテムはその4点です。メインのバッグを開けていきたいと思います。このタイトルに書いているので中身は分かってるとは思うんですが、はい、開封していきたいと思います。なんかこの瞬間ちょっと緊張しますね。はい、開けてきます。はい、というわけで今回購入できたのはミニケリーゴールドシルバー金具のものを購入しました。もうずっと欲しかったバッグなので、こんなちっちゃいバッグ何にも入らないんですけど本当に可愛いので、せっかくなのでじゃんじゃん使っていきたいと思います。ちょっと一回開けてみますね。で中にストラップがついてます。なんかこんな感じで、ミニバッグとしてちょっとフォーマルに持つのもいいんですが、私は結構旅行することが多いので、こう両手が開くバッグってすごい重宝するので、よし、はい。ストラップをつけるときはこんな感じでカジュアルに合わせられたらなと思ってます。かわいい。サイズこんなちっちゃいです。ミニケリー革の種類が何種類かあるんですけど、これはエプソンです。一番オーソドックスなレザーですね、ミニケリーの中では。本当にかわいい私結構ゴールドのバッグはシルバー金具が好きで、ピコタンもその組み合わせなんですけど、で実は今回買ったこのベルト、ケリーベルトも同じ色なので、こんな
感じで一緒に合わせて使えたらなと思っています。というわけで、購入品の大物は念願のミニケリーでした。はい、かわいい。購入品の紹介は以上になるんですけど、いつも通りどんな感じでバッグを購入したかだったりとか、ワークバッグを買うために今回どんなことをしたかだったりとか、今回3度目の正直で3回目なので失敗談も結構あるので、それも含めてシェアできたらなと思っています。まずちょっといつも最初に注釈を入れてるんですけれど、今回に限らずいつもシェアしてるエルメスの情報っていうのは担当してくださる SA さんだったりとか、あとは店舗、もちろんタイミングとかにもよるので、あくまでも個人の体験談として参考程度に聞いていただければなと思っています。で、2つ目なんですけれど、いつもワークバッグを購入する際の紹介動画では購入の店舗と課金額は伏せています。でなぜかというと、すごい正直に言うと1回トラブルがあったんですね。それ以降はもう課金額特にワークバッグに関する課金額は伏せています。たまに質問だったりとか DM いただくんですけど、ちょっとそれはお答えできないのでご了承いただければなと思っています。でそもそもワークバッグって何かっていう話なんですけど、知ってる方が多いとは思うんですけど、ご説明すると、バーキン、ケリー、国によってはコンスタンスってワークバッグっていう風に呼ばれていて、なぜ枠かというと1年間に買える個数が決まってるんですね。基本的には1年間に2つまでという風に決まってるので、ワークバッグという風に呼ばれています。で、私が、今回探していたのはバーキン、ケリーで、絞って探していました。今回ワークバックチャレンジ3回目ということで、多分ね、ワークバックチャレンジっていろいろやり方があると思うんですけど、私の知ってる中では2つの方法があって、1つ目が韓国で店舗を決めて担当さんについてもらってコツコツ通って1つずつバッグを集めていって、最終的にミニケリーを買いましたっていうパターンが1つで、私は今回実は、担当さんもいない店舗で、初めましての店員さん一元の状態で購入をしました。で、これがなんかいわゆる一撃課金とか言われてるんですけど、それが2つ目のパターンです。今までいっぱいエルパトもしてるので、初めて行く店舗ではないんですが、初めてお会いした SA さんで、韓国には一応アカウントはあるんですけど、なので私が今回試したのは2つ目、後者の方の方法で購入しました。で、これ何が違うかっていうと、一つ言えることは、私みたいな一撃課金の方法だと確実に課金額は上がります。っていうのは、やっぱりエルメスでよく言われるのが、ワークバッグを買うにはまずそのお客さんとSA さんとの信頼関係がないと出せないよっていうのはもうどこの国でも言われるので、それをその分を課金額でカバーしたみたいな感じになると思うので、そういう風に勝手に私は思って納得してるんですけど、普通に担当さんをつけて何度もお店に通ってる方よりも課金額は高いと思います。今回ワークバックチャレンジが3回目っていう風にお話ししたんですけど、じゃあ1回目2回目はどうだったのかっていう話を少し軽くエピソードを含めてお話しできればなと思います。今まで3回チャレンジしてるんですけど、その中でこのミニケリーを含めて4つのミニケリーを今までオファーしてもらったことがあります。で、いろいろあってそれは買わなかった、買えなかったっていうことがあったんですけれど、その、エピソードについてお話ししていきます。1回目、その時は、何店舗かデパートだったりとか、いつも通りフラットアポも取らずに、回っていて、初めて会った SA さんにお話ししてる時にミニケリーが欲しくてっていう話をしたら、じゃあちょっと一回在庫見てくるねって、で割とスムーズに話は進みました。なんですが、その時はね、なぜかね、いろんな店舗にミニケリーがあったんですよ。だからその時私2個ミニケリーをあるよっていう風に言われていて、別の店舗でですね。で、1回目なぜ失敗だったかというと、結論から言うと色が好みじゃなかったから買わなかったっていうのが1回目ですね。聞いてみると、赤っぽい色、赤茶色みたいな感じ、レンガ色みたいな感じの色か、モスグリーンみたいな感じの色
っていう風に言われて、と思って、でやっぱりその時も言われたのが、課金はマストなので色が私の好みとは違ったのでお断りして見送りました。でそれが1回目で、2回目はねすごい美味しかったんです。ちょっとだけ韓国の Vlog でもエピソードをお話ししたことがあるんですけど、いつも行ってるメゾンの店舗に行って、で担当の方がいつもいらっしゃるんですけど、その日ねなんかね木引きかなんかでいらっしゃらなくて、代わりにじゃあ僕がっていう感じで見てくれた方がなんかすごい面白い方で、新人さんなのかなわかんないんだけど、すごいねなんか愉快な人だったんです。で普通に楽しくお買い物をしてて、で実はミニケリー探してるんだけど在庫あったりするっていう風に聞いたら、ちょっと見てくるよっていう風に言ってくれて、で裏から帰ってきてなんかすごいニコニコして帰ってきたんですけど、実はエトゥープがあると。エトゥープ履歴を見てるけど、私結構エトゥープのものを買ってるので好きだよねっていう風に聞かれて、他のお買い物ももちろんしてもらわないといけないからお店一緒に見てみようという感じで、一緒に1時間ぐらいかな、いろいろああでもないこうでもないいろんな色を試し、いろんなジュエリーを試し、じゃあこの課金のアイテムとこれで決まりねっていう風に決まって、やっとほっと一息ついたところだったんですけれど、彼がちょっと大丈夫だと思うけど一応マネージャーに確認してくるからちょっと待っててっていう風に言ったんですが、実はそのエトゥープのミニケリーが他のクライアント、他の顧客の方のキープ商品だったらしくて、で買えないと。他にもミニケリーはあるんだけどベーシックカラーじゃないと。でまたその時もモスグリーンだったんですよ。モスグリーンのカラーでどうかなって言われて、で私実はその時選んだ、今回でケリーウォッチみたいなちょっと大物の課金のものが強いて言うならこれかなっていう感じのアイテムだったので、それとちょっと好きじゃない色のミニケリーはもうこんだけ時間もかけたけどちょっと納得できないかなと思って、でそれが2回目の失敗談です。で今回が3回目。今回購入の流れはいろんな店舗を回っていて、ある店舗にフラッと入りました。でついてくれた SA さんがなんて言うんだろう、女性の方だったんですけど、私の中で毎回なんか相性のいい SA さんっていうのがなんか顔のタイプが決まってて、ブラックピンクで言うとジスちゃんみたいな感じのちょっと可愛い感じの方が多かったんですね、喋り方とかも。で今回の方はなんかジェニーちゃんみたいな感じ、クールな感じだったので、これちょっと厳しいかなと思ってたんですけど、普通に話してみるとかなりなんか実は気さくな方で、すごい話もあって、楽しくお買い物ができました。で買いたいものの目星をある程度いつもつけてお店に行くので、ウィッシュリストこんなもの今探してるよっていうのを一通りお伝えして、在庫を確認してもらって、ちょっと話をしてて打ち解けたタイミングで、実はミニケリー探してるんだけどっていう話をしました。割と唐突にそうですね。でそれで、ミニケリーかみたいな、もちろん難しい、最初は難しいっていう風に言ってたんですけど、他に何か興味あるって言われて、で私今回買ったケリーウォッチはもうずっと探してたもので、実はね韓国でもかなり人気みたいで、あんまりね在庫がないんですよ。でそれをダメ元であるか聞いたら、まさかのケリーウォッチ3種類あるんですけど、先ほど購入品紹介の時にもお伝えしたように3種類全部ありました。ちょうどデリバリーがあったタイミングだったらしくて、3種類全部試すことができて、で結局さっきもちょっと話したように、この3ウェイで使えることだったりとか、このベルトの部分だけでも華やかにつけられるっていうのがいいなと思ったので、一番汎用性があるかなと思ったので、このフルダイヤのやつを、決めました。そこからは少しずつ、様子を見ながらどんなものを買ってったらいいかなみたいな感じでちょっと会話しながら課金するアイテムを決めてったっていう感じの流れです。特にね、でも今回はここからこのカテゴリーから絶対買ってみたいなのはなかったです。で前の韓国の動画でもお伝えしたように、シェーン・ダンクルのシルバーのジュエリーは課金から対象外なので、基本的にはジュエリーだったりとか時計だったりとか、プレタ、あとは靴、ベルトとかね、あとシルクもあるかな、カシシルだったりとか、普通のカレだったりとか、あれも基本的には対象だと思います。今回、3回目で、この
ゴールドのミニケリーを変えたんですけど、1回目は色が好みじゃなかった。2回目は色は好みだけど、バッグの色自体は好みだけど、課金するもののそのアイテムが、強いて言うならこれかなみたいな感じの、ものだったので、結局、私としては最後まで、ちょっとその時に焦って買わなくてよかったなっていうのはすごい思っています。結構時間かかったと思います。だから1年以上探してたので、あともう一個あって、エトゥープの、私エトゥープ大好きなんですけど、エトゥープのバッグが増えすぎちゃって、なので、次買うのはちょっともうエトゥープ以外って思っていたので、ゴールドのカラーのバッグで着地できてよかったかなと。2回も失敗したけど、3回目で、希望のカラーのものに合うことができて、結果的には良かったかなと思っています。で、課金の額って私いろんなお店で聞いたんですけど、結構ね、幅があるなと思ってます。提示される課金の額が多分、もしかしたら私より安く一撃で買ってる人もいるかもしれないなとも思ってます。なので、参考程度になんですけれど、流れとしてはその課金する他のアイテムと希望のバッグを決めて、SA さんが裏に行ってマネージャーに確認してくるっていう風に言ってたので、マネージャーに確認を取って OK が出たらお会計っていう感じですね。なので、そう、店舗ごとに多分大枠で決まってるのかな、課金額はね、と思います。で、その時の売り上げだったりとかによってももしかしたら変わってくると思いますし、一概には言えないんですけれど、私今までの経験上、免税店での普通のお買い物では課金額この額ねっていう風に具体的に言われることが多かったんですけど、ワクバッグに関して、要はそのデパートだったりとかメゾンではこの額ねっていう風にあんまりはっきり言ってくれる人が少なかったという、多分言っちゃダメってなってるのかな、わかんないですけど、多分そうなのかなっていう風に思ってます。その最終判断はその SA さんではなくお店のマネージャー、一番偉い人なので、その裏に行って課金のアイテムだったらじゃあどの色が出せるだったりとか、そういうのを相談してるのかなっていう風に感じました。そんな感じの流れで、今回ミニケリを購入しました。ワクバックチャレンジいろいろしてきて、じゃあよく聞かれるのは、じゃあコツは何ですかっていうのを聞かれるんですけど、まず一つ目、すごい基本ではあるんですけど、ご存知の方も多いと思うんですけど、免税店にはバーキンケリーって基本的に入ってこないので、ワクバックだけを探すのであれば、免税店は全てスキップして、デパートだったりとか、メゾンを中心に回るのが効率がいいかなと思います。一番でも大きいのは SA さんとの相性だなっていうふうに思っていて、そもそも韓国の場合って言語の壁がまず一つありますよね。韓国語喋れるのか、英語なのか、日本語しかダメなのか、そもそもそれでコミュニケーションが取れないとバッグは買えないので、まずその不安なくやり取りできる言語を話す SA さんと出会うことがまず一つ。私の場合は、英語か日本語、韓国語はわからないので、どちらか喋れる方でお願いしますっていう風にいつも入り口のなんていうの、タブレット持ってる係の方にはそういう風に伝えてます。ランダムにこう割り当てられていくので、同じ店舗でも合う人合わない人っていうのがもちろんいるので、1回ダメだったからといって諦めずに何回か足を運んでみると、この人だとあんまり相性が良くなかったけど、別の方だったらすごい楽しくお買い物ができたみたいなこともあったので、 SA さんとの相性はすごい大事なんじゃないかなと思ってます。で、あと私は個人的には大きい額の買い物なので、エルメスは私にとってはかなり相性の合わない人から買いたくないなってちょっと思っていて、自分自身も楽しくお買い物ができるなって思う方から買いたいなと思っているので、私の中でもそれは結構重視しているポイントです。で、やっぱ最初の違和感って結構当たるので、この人大丈夫かなって思う方の場合はもうそのまま私はお断りして、時間取ってもらうのも申し訳ないので、割と早々に店を出ることも多々ありました。で、2つ目は課金したいものは目星をつけといた方が確実かなと思います。やっぱりワクバックになると確実に課金はマストになってくるので、対象になるものの中から、ある程度、持って帰らなきゃいけないので、家具とか絶対難しいと思うし、サイズだったりとかを考えながら私はいつも課金したいものを選んでます。バッグの在庫を聞いた時にお話しして、ありそうな感じの流れになると、じゃあ他に何か興味があるっていう風に聞かれることがほとんどなので、その時にスムーズにこれかこれみたいな感じで自分の希望を伝えられると、時間も無駄にならないしスムーズかなと
思います。で、私はいつも具体的には、ジュエリー、ウォッチ、あとプレタでいくつか、あとはシューズだったりとかもいくつかスクショを取って多めに候補を出してます。で、そもそも希望のバッグが、そもそもないっていうパターンもあるし、自分が課金したいなと思ってるものが特に大物だったりとかは一切ないっていうことであれば、私はもうその時はスキップして次の店舗に行くようにしていました。で、最初に話したように通いで、多分日本に住んでる方だったら通いで実績積んでワクワク買う方も多いと思うので、もし仲良くなれたんだったら普通にカカオトーク交換したりとか名刺もらったりとかするのは有効かなと思います。今回は探していた時計がドンピシャで見つかったことと、自分の欲しかった色のミニケリーが在庫があったので今回購入することができたんですけど、もうこればっかり本当タイミングだなというふうに改めて思いました。で、コツじゃないんですけど、3つ目、バッグの色について、今回バッグ色を選べなかったんですけど、ミニ情報ではあるんですけど、私が今まで韓国でワクバッグやワックじゃないバッグを含めて色をねオファーされる時に流れが結構決まってて、今まで買ってきたものだったりとか、その時買ったもの、その時に一緒に買ったものの組み合わせ、今回で言うとゴールドにシルバー金具で、このベルトがまさに同じ色ですよね。だからこういう感じで同じ色を提案してくれることが私は個人的には多かったかなというふうに思ってます。メゾンで買い物してた時も、私もともとエトゥープ大好きなのでエトゥープのサンダル買って、エトゥープのあと何買ったかなと、確かその時ベルトも買ったのかな。エトゥープ好きなんだねっていうふうに言われて、エトゥープが一番好きな色なんだみたいな話をしてからのやっぱりエトゥープを出してきてくれたので、そういう会話ってバッグ購入するときに、少し挟んでおくと、もしかしたら自分の希望の色のバッグが出てきやすいのかなっていうふうに思ってます。で、あと私どうしても嫌な色、どうしても欲しくない色は結構はっきり言ってます。あとはすでにこの色を持ってるから同じものはいらないだったりとか、そういうのを私結構事前にオファーされる前にはっきり言うようにはしています。だからやっぱりお店側もこうやってやっぱ色を合わせて出してくるっていうのは本当にその人が使うっていうことですよね。なんかそれが伝わってるから出してくれたのかな、それはすごい感じましたね。はい。なぜ、じゃあ今回韓国一撃課金にしたのかっていう話なんですけど、理由が2つあって、1つ目がすでに日本だったりとかアメリカで担当さんをつけてお買い物をしていて、順を追って一つずつバッグを集めてきたので、すでにねもうウィッシュリストが割ともう完成しつつあるっていう感じだったんですね。強いて言うんだったら欲しいものはミニケリーっていう感じだったので、他のバッグは正直今回買うつもりはなかったっていうのが1つ。2つ目が、私は家が今アメリカに住んでるので、韓国にコツコツ通ってアカウントを育てるっていうことが物理的にできないので、一撃しかなかったっていうのが2つ目の理由です。そうね、日本でもアメリカでも絶対言われるのが、ミニケリーぐらいレアなものになるとやっぱり SA さんとの信頼関係を築いてから順を追ってねっていう風に言われるのってもう万国共通だなって思っていて、例外ももちろんあるんですけど、私の友達とか見ててもやっぱりまず最初枠外のバッグを買って、その後バーキンケリーで、大きいサイズから始まって、その後バーキンケリー25になって、こうちょっとずつ階段を上っていくみたいな感じの出し方をされる印象があります。例外もあるけど、日本やアメリカだと1回2回の来店ではちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、韓国のエルメスに日本から通ってる方多分いっぱいいると思うんですね。で、 SNS でもよく見かけるし、私の友達にも実際いるんですけど、バーキンケリー枠外のバッグ含め順を追って買いたいんだったら、全然一元で私みたいに一撃で行くより金額も少なくて済むと思うし、韓国でSA さんつけてる方とかは入荷があると連絡があったりとかするみたいで、ピックアップに行くっていう話をよく聞くんですけど、私の場合アメリカからなのでそれが物理的にちょっと難しいなっていうふうに思ってるので、韓国では基本的には担当さんをつけずにお買い物することが多いです。だから今回は、私は一元で担当さんをつけずに買ったんですけど、順を追って購入したいっていうんであれば SA さん相性いい方を見つけて少しずつ出してもらうっていうのも全然私はありだと思うので、自分に合った方を試してみるといいんじゃないかなと思います。私は
もしできるんだったら私はそうしたかったかなっていう、もっと早く自分が情報を持っていたらそうしたかったなっていうふうに思ってます。はい、そんな感じかな。めちゃくちゃ長くなっちゃった。で、私の、YouTube のコンテンツっていうのはメインが旅行なので、例えばこの動画を見て、韓国行こうかなって思ってる方がいたら、韓国の Vlog いっぱい出してるので、グルメだったりとか、あと他のお買い物だったりとかホテルだったりとか、いろいろご紹介してるので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。というわけで、韓国のワクバックチャレンジの動画、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。